こんにちは、レイです。70年から80年代、オールドオーディオデバイスのメンテとリペアや音楽とオーディオラックなどの DIY 工作を紹介しています。生花真っ最中に始めたレコードプレイヤーキャビネット工作。横並び2台から縦2段にして間口を小さくし、コンパクトに作り変えます。今回だけ友達のよっちゃんがゲストで来てくれました。はじめまして、よっちゃんです。こんにちは。よろしくお願いします。これ作ったの、すごい。レコードプレイヤーの音質に最も影響を与える棚2枚から工作を始めました。最上部固定棚と下段のスライドレール引き出し棚の2枚ですが、スライド棚はレール取り付け分サイズが小さくなりますので注意が必要です。そうなんだ。サイズ気をつけて。次に組み上がった下段棚にスライドレールのインナーレールを取り付けします。先に棚側に芯線を引き、前面に定規とインナー先を当て、芯線にインナーのビス穴を合わせ、黄身でビスの位置を出します。レールのビス穴から見える芯線がずれないよう確認しながら端からビスを留めていきます。さて話が変わりますが、レコードプレイヤーに有害なハウリング対策として、上下棚とも枠隅を補強を兼ねた三角材で八角形に組み上げ、空洞から振動や共振を抜く方法を今回も取りました。この方法を全レコードプレイヤーキャビネット棚やデバイスラックアンプ棚とスピーカースタンドトップなど試験的に採用。特にキャビネットでは無回転レコードに針を置き、ボリュームアップした試験のハウリングはほぼ皆無でクリア。他のデバイスもその効果なのか、大音量の音楽は明らかに済んで、小音量トークはクリアで驚く。結構な重量になったキャビネット。38mm 厚のフレーム組棚の空洞が軽量化に一役買っているが、それでも棚1枚の重さ約 7kg。しっかりしたベース。大切ね。これから新レコードプレイヤーキャビネットの工作を始めますか。その前にセッティングでスピーカースタンドの足接合にぐらつきが発生。初期セッティングの頻繁移動もあり、足材が荷重移動に耐えきれません。そんなこともあり、移動や地震に耐える足に作り直すことにしました。足上部ボックスとのバランスもあり、足を太くし、巻く板も大きく変更しました。さて遅れに遅れた片付かない部屋に奥方の苛立ちがピークを迎え、これもうそろそろ片付けた方がいいんじゃない？と奥方と遅れを気にしつつも、今回はこの作業台が大活躍。重さがおよそ 12kg から約 20kg となり、スピーカー2台で片方の重量が 45kg、スタンド含め約 60kg 以上を支える足です。ゆか、大丈夫かしら？大丈夫。いつもの木取り図を作り、ホームセンターでランバーコア 18mm 厚板を購入し、切断を依頼。こればかりは板サイズが大きすぎて自宅では切断できません。丸のコバの状態にもよるが、大抵は小口の切り口に毛羽立ちやささくれが多くできて、今回も切り口がすごいので、特に小口は念入りに角を削りすぎないよう板面全体にサンドペーパーをかけます。指先が滑らかになると完了。完成が近づく頃には、ケヤキの葉が褐色になりかけた晩秋に、ようやく全体の姿が見えてきました。これで寝起きに足をぶつけたり、出入り口の狭さの問題が解決しました。
寸法を間違えないよう断面図とスケッチを壁にかけ作業。次にスライドレールの準備をします。本体を組み立てる前に側板にアウターレールを取り付けします。扉厚が 18mm なので、ゲージ用の銅材ランバーコア 18mm を側板の小口に面を合わせて固定します。スライドレールは菅常工業品番4518 3段引き L450 耐荷重 45kg を使用。ここに載せるレコードプレイヤーデノン DP70M の重量は 15kg。扉を側板の内側に収めるインセット方式なので、このゲージ板にレールを当て、墨出し線上にビス留めをするのだが、大きな勘違いをしてしまう。袋から取り出したとき、3段目、インナーの押し込みキャッチが数ミリ出ていて、それが正常だと思い込んでしまった。インナーを抜かず、墨出し線に位置を出したため、アウターのビス留めができなく、ご覧のありさま。せっかくセットしたのに、アウターレールがバラバラじゃん。初めてのスライドレール取り付けに四苦八苦しながら、押し込みキャッチがフラットになった時の安堵感。取り付け説明書がなく、手探りが思い込みと勘違いでミスを誘発し、作業を遅らせる結果になった。うわぁ、何やってんだよ。アウターレール両端をビスで仮止めし、インセットする扉と側板小口に段差が出ないよう、ケージで厚さを最終確認。レコードプレイヤー重さ 15kg と他の付加荷重に耐えられるビス数をレール中間に打とうとしているが、厚さもあり、ミスが尾を引いて動きがぎこちない。穴開けよ。落ち着いて。間違ってばかりで混乱気味だね。なんとかレール取り付けを終えた側板を箱に組み立てる作業に入ります。セイタとがワイタの組み立てからスタート。ダボ継ぎをするので、セイタの小口にマスキングテープをダボ取り付け位置に貼ります。その上にマステープより短めの両面テープを中央に貼り付けて側板に転写付着しやすくします。両面テープをマステープに貼った後、ヒリで目安穴を開け、その後側板に押し付けて転写します。暑さでダボ継ぎ映像を撮れなかった。次は側板と底板の取り付けです。今度は側板にテープを貼り、底板小口に転写します。ダボ数が増えると垂直の正確さが要求されるので、斜め穴はダボがずれて入らなくなる。ここでジョイントメイト初使用。使い方をマスターしてないのだが、使わないより正確だろうと差し込んでみた。なんとなくスムーズ、うまくいったみたいね。ダボ数が足りず、強度に不安を感じながらも、接着剤を少し盛り、クランクで強力に締め付ける。この後の天板加工でわかるが、一列長手に転写方式では手間がかかる割に不向き。やめた方がいいわよ。ということで、剣板はジョイントメイトで穴を開けることにした。長さ 600mm 板にダボ穴を5箇所開けます。仮組みでぴったり、精度の高さに驚く。スムーズね。よかった。転写式ダボ継ぎは複数分のテープを一気に転写することが難しく、修正作業で時間ロスが重なるので、それらに費やす手間と時間と厚さに疲労困憊。ジョイントメイトを使用することで悩みのダボ穴開け問題が一気に解決。暑いけど楽しくなってきた。続いて足の工作です。スピーカースタンド足の反省から縦足材と横前材と横側材の前面を45とし、後面は 1x4 材を使用する。縦足は左右斜めの触れに弱く、足と横材は長手 45mm を前に、後の 1x4 材は
縦にダボに本で継いだ。コーナークランプで歪みを補正してバークランプで固く締め、乾燥を待つだけになった。強固な締め付けと乾燥に十分な時間を置いて強力なジョイントを形成。最後の組み立て、引き出しの工作に入ります。側板は 1x4 のストック材を再利用する。切った1枚目を重ね、指でなぞり、面合わせして固定後は2枚目にのこ目を入れ、カットソーで切断。コーナーやバークランプで固定していた枠を接着剤が完全乾燥した翌週末に外し、あらかじめ切断していた 18mm 白化粧板を底板に取り付けする。厚い底板にするのは棚を引き出した時、プレイヤーの重みでキャビが前倒れしてしまうので、前方転倒防止とハウリング防止も兼ねている。35mm 幅の金定規を底に当て、取り付け線を引き、インナーレールを取り付けて終了。最上部の開き扉にドロップ長板を取り付けるので、フォアビット 35mm ドリルで穴を掘ります。木材加工や組み立てがすべて終わり、塗装仕上げに入ります。最上段トップ棚からウォールナット色オイルステインを下塗りします。塗装はときめく工作で工程を紹介していますが、もう一度おさらいをすると、サンドペーパーで生地肌のキメを整え、オイルステイン染色を2回、シーラーを1回、ウレタンクリアツヤーリを1回、ウレタンツヤ消しを2回、下塗り都度サンドペーパーで塗膜を整え、最後にウレタンツヤ消し1回塗り仕上げます。最後はサンドペーパーはなしです。完成したパーツの足を本体ともに逆さにして、足ベースにブチルゴム、両面テープを貼り固定。足に傷防止フェルトを貼り元に戻す。今日は曇りと雨で画面がちょっと暗いが、塗装も綺麗に仕上がり順調に降下しています。セイタ2段目のスライド棚にプレイヤーの配線穴を左右側板寄りに開けます。次に最上部扉や本体にドロップ長板を取り付けます。しかし扉と本体の取り付け寸法が微妙にずれる。長板に遊びがあり、このままでも良いのだが、縦ラインが整っていなく微妙に気になる。ずれている隙間にチップ材を入れ接着固定し調整。ソフトダウンステーのモーメントが強すぎて扉がスムーズに開かず、マグネット変更と多々あり、天板に長板を2箇所取り付け、扉内側の下に両面テープを貼り、扉下と枠が擦れないよう 2mm 厚の板を入れ、扉の隙間を調整しながら、両面テープがある下から差し込み、引き出し本体から剥がれないようしっかり押さえつけます。両面テープで仮止めした引き出しを取り出し、扉内側から表に出ない長さのビスで留めます。もう少しよ、頑張って。次に2段目スライドレール棚に扉をつけます。その後、長年の使用に耐えられるようアルミ L アングル 20×40 で補強します。内側に取り付けるので、棚の前面と板をクランプで固定し、アングルを面合わせしビス留めをします。棚木部は木工接着剤を、アルミは両面テープを素材別に分けて強度を上げます。扉側にアングル高 40mm、鍋ビス 18mm で留め、扉厚 18mm、アルミ圧が 2mm で 16mm 食い込んでいます。最後の仕上げ、引き手の取り付けです。あらかじめ余材に基準穴を開けて、同一箇所に引き手ネジ棒が入る簡単なジグを作りました。板と扉の上面を合わせクランプで固定し、
ドリル刃を差し込み、均一に穴を開けることができます。左に板の切れ端を直角に取り付けただけで簡単に分解できます。この動画はオールドオーディオと工作をテーマにしています。ようやく完成したレコードプレイヤーキャビネット、次回はレコードプレイヤーセットを予定しています。チャンネル登録や高評価とコメントで応援していただければ励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。